こんにちは。お元気ですか？いよいよ夏になっちゃいましたね。毎日めっちゃ暑い。はい。では今回も一人暮らしの生活費、やっていきたいと思います。先月6月の1ヶ月の生活費の紹介になります。いつも通り固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。そして最後にこの1ヶ月の生活費の中で何にどれくらいの割合で使っているのかっていうのを分かりやすく円グラフにしてみてますので、よろしければそちらも参考にしてみてください。何に何パーセント分使っているのかっていうふうにパーセンテージで出してます。はい。では、今月は、どれくらい生活費かかったのか言ってみたいと思います。まずは固定費から。家賃42,284円、これは毎月変わらぬ家賃ですね。私は地方に住んでいて 1K のアパートになります。一人暮らしですね。はい。で、広さが 25.6 平米でプラス、ちょっと広めのロフトがついてます。 7.5 畳ほどのロフトなので、屋根の低い部屋くらいのね大きさはあって、とてもロフトにはね重宝してます。荷物を置いたりとか、ちょっとヨガとかストレッチしたりとか、そういうのに使ってます。でこの、立地的にはですね、駅徒歩2分、とても便利な場所にあります。でさらにコンビニも徒歩2分、一番近いスーパーも徒歩2分っていう風にね、結構この立地にはこだわってアパート探しました。私車を持っていないので、やっぱりこの便利な場所に住む必要があったのでね、すごくここのアパートの立地自体は気に入ってます。でちなみにね、アパートの契約した時は築10年だったかな、なので今住んで、3年経つので、もう13年ちょっとぐらいっていう感じなのかなって思います。でキッチンではガスの2口コンロでベランダあり、ここもね結構借りる時に私としてはポイントになったところですね。私はお料理はガスでやりたいので、必ず2口コンロも2口欲しいので、結構これがポイントですね。2口コンロでガスで、あと私洗濯物をちゃんと干したいタイプなんですよ。部屋干しじゃなくて外に。なので結構ベランダがあるっていうのもかなりのポイントでした。これ東京とかだとね結構この条件で探すの難しいんですけども、何せベランダっていうのがねなかなかなかったりとかするので、あとはコンロ2口とかなるとね、もうすんごい古い物件とかしかないんですよね。ガスのやつがガスの賃貸のやつがないんですよ。今だいたい電気コンロになってますのでね、 IH のね。あれなんか言おうとしてたことを忘れちゃったんですけど、そうそう、でガスなんですけども、ちなみに東京は都市ガスで、地方だとプロパンガスじゃないですか。で私引っ越す時に今まで東京で使ってたガスコンロをうっかり持ってきちゃったんですけど、こっちに設置しようとした時にガスコンロ自体も違うんだってことに初めてその時気づいて、持ってきたのに使えなくって新しいのを買い直したっていう経験がありますので、ぜひ皆さん都市ガスのエリアからプロパンガスのところに引っ越す際、もしくはその逆の場合もそうなんですけれども、それまで使ってたガスコンロっていうのは使えなくなりますので、それは間違えないように気をつけてください。あんま間違える人いないのかもしれないですけども、意外と一人で住んでて一人で引っ越してきたりとかすると周りにそういうのを言ってくれる人がいないので、意外と気づかなかったかなっていう感じです。言われてみればって感じなんですけどね。はい。では次電気代いきますね。今回の電気代は2877円でした。1年のうちに一番電気代が安い時期って感じですね。これは使用してたのは
5月使用分を6月に払ってるって感じなので、春先、一番エアコンとかね、暖房も冷房も使わない時期なので、一番電気代が安くなるシーズンかなって思ってます。ちなみに前回の電気代に比べて今回はプラスの251円だったので、ほぼ変わらないっていう感じですね。では続いてガス代ですね。ガス代は4650円。ガス代もですね、電気代と考え方は同じで、同じじゃないか。電気代は真夏になると冷房代で結構かかるけど、ガス代はですね、暑い季節になればなるほど安くなるっていうのがありますね。なので電気代じゃないや、ガス代は暑い時期の方が安くなるので、今回は結構安いですね。安いって言ってもガス代自体は高いのでこれくらいかかってしまうので、ガス代は結構いつもネックだなっていうふうに思ってます。ちなみに前回との差は、マイナス670円。やっぱりちょっとあったかくなってくるとちょっとだけガス代が下がってくるっていう感じなのかもしれないですね。では続きまして水道料金3030円。これは1ヶ月換算の金額になります。水道料金って支払いは2ヶ月に一遍なんですけれども、この金額は水道4月5月使用分、この2ヶ月分が、6060円だったので、その半額っていうことで1ヶ月分ってことで3030円というふうにしています。はい、水道料金はですね、年間通していつもだいたい月あたり3000円ちょっとぐらいなので、本当に変化がない料金になってます。はい。続きまして、通信費の中の携帯電話代ですね。1081円。私は楽天モバイルを使ってます。多分一番安いプランなんじゃないかなって思います。っていうのも私は家にいるときは Wi-Fi につないで、そっちで使ってますので、基本的にね、そんなに使い放題とか大きいプランになる必要はないんですね。外に出た時何かちょっと使った分がプラスされるくらいなので、1ヶ月 3GB 以内であればこの1080円1081円かな以内の金額っていうプランになってます。なのでね、毎月この1081円を死守しているっていう感じになります。続きまして Wi-Fi、これはソフトバンクエアーを使ってます。3678円。これはですね、契約から最初の2年間が3678円。あれ3679円だったような気がするけど、1円、なんか差があったのかもしれないですけど、どうでもいいか。ですね。で、3年目以降に、5368円に値上がりするプランなんですね。なので最初の2年は今の金額3678円。で、3年目に突入すると5368円ってことで、1689円かな、値上がりするっていうことになってます。今年の末くらいかな、多分3年目に突入すると思うので、その時また考えればいいかっていう感じですね。はい。以上が、固定費になります。固定費はですね、水道光熱費の差が毎月の違いになってきますのでね、この家賃と携帯と Wi-Fi は、基本的にはもう毎月同じ金額なのでね、今の時期は水道光熱費は、安い時期なので、6万円以内に、固定費が全部で6万円以内に収まった感じなのかなっていうふうに思います。続きまして変動費いきます。まず最初は食材費ですね。
これは自炊する時の食材をスーパーとかで買ってくるその食材費になります。14,519円。なんか今月めちゃめちゃ安かったんですよね。なんでだろうって感じなんですけど、ちなみに先月はですね、23,322円だったんですよ。2万円超え。なので、先月と差が8,803円あります。すごい大きいんですけど、前回はですね、結構ストックしとくような食材を多く買ったっていうのもあって、金額が大きくなったっていうのはあるんですね。お米だとか、オートミールですとか、ココアパウダーとか、あとは調味料系かな、そういう食材がたまたま重なったので、結構いい金額いっちゃったっていう感じなんですけども、だいたいいつも2万円前後くらいになります。で、今回14,519円ってめっちゃ安いなと思ったんですけども、一つ考えられることとしてはですね、今月っていうか6月だから先月、結構ね、調味料とかを買いに行きたかったんですよ。味噌とか醤油とか。でもね、なんか結構雨の日が続いて、そういう重いものをね買いに行くの嫌だなとか、そもそもスーパーに行きたくないなっていう日が続いちゃって、それで買うのがずるずる遅れて、結局7月の頭に買ったっていうのがあるので、結構その金額がね、買いたいものの金額が7月にちょっとずれただけで、そういう理由でちょっと安くなったっていうのはあるのかななんて思いました。そうそう。だからね、洗剤とかね、洗濯洗剤、粉洗剤と液体洗剤とかね、それもね、6月中に買いたかったんだけど、ちょっと雨で重いもの持ちたくなくて、私全部徒歩なんでね、スーパーとか。なので、それも7月の初旬に買った形になるので、生活費とかもね、だからちょっとね、来月ちょっと高くなるかもしれないって思ってます。まあそれにしても食材費今回1万5,000円もいかないのなんてちょっと安いなと思って不思議なんですけれども、あれかな、暑くなってきていろいろ料理をするのが億劫になって、魚とか肉とかね、火入れするのが暑いじゃん、ガスだから。だからもしかして料理する回数が減ったのかな、ちょっと分かんないんですけど、とにかくいつも2万円くらいの食材費が今回はバカ安いなっていう感じになりました。はい、では続きましてお菓子代ですね。1412円。これはね全然普通だな今回はっていう感覚ですね。お菓子代っていうのは本当おやつの中でも本当にチョコレートとかポテトチップスとか、そういうもう嗜好品ですね。だからさつまいもとかフルーツとかトウモロコシとか、そういうものはお菓子代には入れない。おやつだけどお菓子代には入れない。本当にこのお菓子です。お菓子だけをお菓子代っていう風に入れてます。その嗜好品のお菓子ってことですね。これ先月先々月はね1,000円前後に収まってたんですよ。っていうのも3月の末からね、私お菓子のバカ食い禁止令を自分に出したので、バカ食いしない分、ちょこちょこちょこっと買ってね、毎回ちゃんと適量を買って食べるようになったので1,000円くらいに収まってたんですけども、今回はねちょっとねうわお菓子食いてって思った日があって、その日とかに結構バーンって買っちゃったりとかしたかもしれませんね。それでもね、去年とかはねだいたいお菓子代って毎月3,000円くらいは普通にかかってたんですよ。だからそれに比べるとやっぱ安いなって思いますね。でさらに去年は夏にお菓子代5,000円とかね普通に超えてたんですよ。っていうのはね、結構アイスをね買ってたから。特にジムに行ったりとかコンビニの前通った時とか、もう習慣のようにねスッとセブンイレブンとかファミマに吸い込まれてって、そこで普通にアイス買ってくるっていう感じだったから、
なんかね、もう何も我慢しようとかそういうのもないし、アイス美味しいから食べちゃおうみたいな感じで、コンビニの前を通るたびに買ってたので、普通に5,000円とかは行ってましたね。アイス代高いじゃないですか。だいたいアーモンドチョコレートのバーとかが好きなんで、よくそれ買ってたんですけども、それだいたい200円くらいするんで、まあ1回200円だとね、結構週に5日ぐらいは食べてたから結構ね大きいですよね。今年はあのそんなね無理に我慢はしないけれども、もう習慣にしちゃうのはやめようって思ってますね。食べたいなって思った時だけアイスとかね食べようっていうふうに思います。はい、では続きましてコーヒー豆代ですね。今回はねストックのコーヒー豆が切れてなかったので、まだあったので買いませんでした。なのでこれは0円ですね。はい、ちゃんと15グラム15グラムずつ小分けにして今冷凍庫に眠ってます。はい、では続きまして生活用品2482円ですね。まあ普通って感じですね。だいたい生活用品ってシャンプーまとめ買いしたりとか、結構物によってはまとめ買いするじゃないですか。あと化粧水とかそういうの買った時は高いとか、化粧水もね私生活用品に入れちゃってるんですよ。美容とか化粧台とかそういうんじゃなくて、なんか美容っていう感覚がないんでね、石鹸と同じ感覚で買ってるんで、はい、化粧水はそっちに入れてます。ちなみに生活用品はだいたい月3,000くらいが普通だし、なんか全然今回買わなかったなって時は2,000円もいかないし、で結構シャンプーとかねその一気に買っちゃったりとかした時は1万円超える月もあるしっていう感じで、結構変動が多いなっていう項目になります。はい、では続きまして、医療健康ですね。これは8,000円、スポーツジム代になります。これはね趣味教養のところに入りそうな気もするんですけども、私としてはこれは趣味で通ってるのではなくて、健康のため、それと予防医療みたいな感覚でもあるので、ちょっと義務的な感じもあるんですけども、医者に通ってるような感じですね、定期的に。なのでこの医療健康っていうところに入れてます。私は今無職一人暮らしほぼ引きこもりの生活をしてますので、本当に外出するのはスーパーとコンビニだけで、プラスジムが唯一外出する用事なんですね。でジムに行く目的としてはやっぱりメンタルの維持ですね。でもちろん体の方もある程度運動しないとやばくなるっていうのもあるので、あの高血圧とかね、あの糖尿病になったりとかね、そういうリスクもありますから、そういう意味での予防医療とありますねという意味がありますね。あとはもう本当に自分の中で大きいのはメンタルヘルスの方ですね。ジムに行って適度な運動をすること、外に出るだけで全然違いますしね。あと人間に会うこと、人と会ってちょっと喋ったりしてコミュニケーションを取ること、これによってこのメンタルがですねどうにか正常にというか、この回復にどんどん回復してきてると思うんですよ。この生活を始めて3年ちょっと経ちますけども、最初の頃に比べたらねだいぶ元気になってきて、徐々に普通の人間に普通の状態に戻れてきてると思ってますので、これはですね結構私にとっては生命線っていう感じですね。本当にジムに行ってなかったらですね、本当に大げさじゃなく生きてないかもしれないなぐらいは思ってますね。人のメンタルっていうのは結構そういうもんだと思います。誰でも
そうなる可能性は本当にあるし、本当に全ての人間がそういう可能性あると思うんですよ。サイコパスみたいな人でもそうなりますし、そもそもサイコパスとうつに相関性とか別にないし、どっちかっていうと多分逆になりやすいくらいだと思うんですよ。ちょっと話がちょっと飛んじゃうんでちょっとこれやめますけどとにかくね、これは私の生命線なので、8,000円ってね、今の私の無収入の生活にとっては大きいんですけれども、この8,000円で自分が元気になって、いつかそのおかげで普通に収入が得られるようになると思うので、これは大事な出費になってます。はい。では次、3項目全部000ってなってますけども、外食、カフェ、大体いつもゼロです。外食する機会もありませんでした。一人でも外食はしませんでした。本当はね、ちょっと一人でカフェに行きたいなって思った時があったんですけれども、ものすごく行きたいってほどでもなかったので、普通に家でコーヒーを飲んで別にコーヒー飲むのが目的でカフェに行くんじゃなくて、カフェに行ってカフェでコーヒーを飲みたいっていう体験をしたいから行きたいだけなんですけども、もうちょっとね、臨時収入とかがあったら行きたいと思います。臨時収入っていうか、自分での収入なんですけども、今は無収入ですでは次、趣味教養。これもね、特に何も今回はありませんでした。漫画とかね、買うとここに入ったりするんですけどもね、今回は漫画も本も買いませんでした。これも基本的にいつも0円になってます。で、美容衣類、これも0円ですね。もうね、髪の毛がねちょっとやばいんでね、本当は美容院とか行ったり髪の毛切らなきゃっていうのはあるんだけど、ちょっとね、なんか行くの大変なんですよ。行きたくないんですよ、美容院とかちょっときついんですよ。なので無理せずに、別に今ねこの外に出て働いてるわけでもないので、ちょっと身なり的には若干ちょっともさってますけれども、いっかっていう感じで、髪の毛は今無法地帯になってます。はい。では以上が変動費でした。今回はね、食材費が安かったっていうのもあって、もうかなり底値中の底値なんじゃないですかね。だいぶ安いです。はい。では最後が、社会保険料ですね。国民年金と国民健康保険になります。私の場合はですね。で、国民年金0円となってるんですけれども、これは私は国民年金を今、全額免除の申請をしているので、もうね結構ずっと払ってないんですそう、今は免除っていう風になってます。なので0円ですね。もちろん免除になったら将来的に、もらう金額は少なくなるっていうやつですね。で、効能もできるっていうパターンなので、とりあえず今は免除になってます。目先のことだけを考えてます。はい。で、次は国民健康保険ですね。これはですね、先月6月にですね、今期の1年分の、連絡が来ましたので、そこに支払いの紙とか入ってて、なので、今回はその第1期分の、国民健康保険を払ってきましたので、2,500円になりますめっちゃ安いんですけども、いかに私がね去年ほとんど仕事をしてなかったのかっていうのがね分かると思います。はい。で、社会保険料は合計2,500円ってことですね。で、これで、固定費、変動費、社会保険料、全部言いましたので、ではいよいよ総合計ですね。今月の総合計は、
86,513 円でした。今回だいぶ安いですね。いつもだいたい10万くらいなんですよ。10万前後っていう感じなんですけれども、今回は9万円も切ってますのでだいぶ安いです。国民年金払ってなくってもだいたい10万前後くらいはいきますのでね、今回は食費が安かったってことと、いろいろ生活用品とかもあんま変わってないしみたいな、本当外食とかもしてないし、洋服とかも全然買ってないし、本当に水道光熱費とか通信代とか食費とか本当最低限のことしかお金使ってないので、こんな感じですね。逆を言うとですね、ただ寝て起きて飯食ってっていう本当に生命活動を営んでいるだけでこれくらいはかかるっていう感じですね。家賃とかね、そういうのもありますのでね。そんな感じでした。今月はこの金額で、そっか、最後に円グラフいってみましょうか。今月何にどれくらい使ってるのかの円グラフはこちらになります。今回は家賃の割合がいつもより多いですね。半分近くが家賃。いかにね今回他の出費が少なかったのかっていうのがこの円グラフを見ると分かりますね。別にね全然節約したとかじゃないんですよね。普通に生きてたらそうだったみたいな。で、雨とかも多かったのでスーパー行くのがめんどくさくて結果物を買わなかっただけなのかななんて思います。こうしてみると、家賃と食材費が多いのかなと。でね、国民年金払ってたらその次に多いのがそういう風に入ってくるんだろうなっていう感じになります。6月はね電気代とかガス代とか、そういうのも安い時期なので、年間1年間の中でもね夏の手前春とかはね全体的に生活費が下がる時期なのかななんて思います。で、私は節約とかは基本的に全然してなくて、なのであんま何も我慢とかはしてないんですけれども、そうだな、でももともとそんなに贅沢なもの食べたいとかそういう欲求は少ないかもしれないですね。結構粗食が好きなんですよ。もともとご飯とかになんかちょっとしたおかずとか、あんま肉もそんな好きじゃなくって魚が好きだし、あとねお肉もね牛豚鶏の中では鶏が好きだし、さらに言うと鶏肉の中でも私は脂身の少ない鶏胸肉とささみが好きなんですよ。でもも肉とかはねちょっと脂が乗っててあんまり好きじゃないんですよ。なのでね自然に私好きなものがたまたま安いものだったっていう。で魚とかもね私青魚が好きなんですよね。だからサンマとかサバとかですね、よく買うのは。だから結果的にその辺は安くなってんのかなって。で別に安いから鶏胸肉にしようとかじゃなくて自分が好きだから買ってるから全然ストレスとかもないし、それはね私の単純に食の好みなので良かったなっていうふうに思いますね。あとなんか節約といえば、節約じゃないんですけども結果的に節約になってるのが洗濯をする時のですね、私柔軟剤を使わなくなったんですよ。多分使わなくなって1年ぐらいかな。なんかねもう柔軟剤の意味ってあるんってもうちょっと前から思ってたんですけども、洗剤がね多分なんていうの、強い洗剤だと柔軟剤ないとみたいな感じになると思うんですよ。ゴワゴワになっちゃったりとか漂白剤みたいのが強く入ってるやつとか
ちょっと分かんないけど、そういうイメージ、そういうのだとゴワゴワになっちゃったりとかするので柔軟剤必要だと思うんですけども、まあ普通の洗剤、普通の洗剤っていうのも変ですけど、私はもう洗剤選ぶのがもういろいろ悩むのがめんどくさいんで、もうアタックって決めちゃってるんですよ。だから私粉洗剤も液体洗剤もアタックを使ってますね。で前まで柔軟剤も使ってたんですけども、柔軟剤入れるのめんどくさいのと、あと結構買ってくる時重いのが嫌なんですよね。それが嫌だなっていうのと、あと私衣類に匂いがつくの嫌なんですよ。甘ったるい香りとか、フローラルの香りとか、なんか爽やかなとかいろいろあるんですけども、それでもなんかこう私がしたいのは柔軟だけなのに衣類を柔軟にしてほしいだけなのに匂いつけないでよみたいな。でなんか多分ね、昔は私が子供の頃はそんな匂いつかないタイプの柔軟剤はあったと思うんですよ。逆に柔軟剤で匂いをつけるっていう発想はなかったと思うんですよ、その昭和の時代は。でも最近はさ、その柔軟剤イコールどの匂いがみたいな感じになってきてるじゃないですか。もうそれがうざいっていうか、もう匂いのない柔軟剤がもし売ってたらそれを買うのに、そもそもそういうのがまず普通のスーパーで売ってないので、もともと柔軟剤嫌だなっていうのが結構積もりに積もって、ある日も柔軟剤なくていいかと思って柔軟剤なしで普通に洗濯し始めたら、全然変わんない。私が使ってるアタックの場合はですけどね、さっきも言ったように漂白剤がたんまり入ってる洗剤とかだとちょっとゴワゴワになるかもしれないですけど、私が使ってるアタックでは柔軟剤入れても入れなくても全く変化がないので柔軟剤はやめました。ただね、冬物のセーターとかさ、そういうのだけは柔軟剤を入れるようにしてます。でもちろんそういうのを洗う時はね、必ずエマールで洗ってるんだけど、エマールで洗った時はちゃんと柔軟剤も使うようにしてるので、そういう時だけしかもう柔軟剤は使わなくなりました。なのでその分だけね、節約に結果的になってんじゃないのかなっていうふうに思います。で何よりね、匂いがつかないっていうのと、洗濯機にね柔軟剤を入れるっていうひと手間が減ったっていうだけでもね、私はねすごくすがすがしい気分なんですよね。なのでね、柔軟剤なくなってよかったなと思います。あとね、やっぱ液体だから買って持ってくるの重いんでね、あのそれもなくなって本当に良かったなって思います。それがね、今パッと浮かんだ私の自然にやってる節約かなっていうふうに思いました。なんかね、なんて言うんだろう、節約は全然してないって言ってますけども、そもそも私服とか今全然買ってないので、なんていうのかな、だから使ってるものがそもそもそんな金額が高いものじゃないんですよ。毎日の食材費とか水道光熱費とかはもう使うもんだから必ず使うからしょうがないじゃないですか。でそんなもんちまちまケチってもしょうがないじゃないですか。もちろんね、必要以上にあのなんだろう、ガンガン冷房を効かすとか、使ってない分も無駄に使うとか、そういうのはもちろんダメですけども、自分が快適に過ごせるための水道光熱費的な部分は特に節約してもしょうがないっていうか本末転倒なので、それはしてないですね。ただ無駄な部分は嫌ですね。あの無駄遣いは嫌だっていうことですね。無駄じゃない使い方だったら大いに使いたいみたいな。それと同じで、食べ物とかもさっきも言ったようにもともと粗食が結構好きなので、普通に食べたいもの食べてたらそんなに高い金額にはならない感じかなって思います。で、外食とかしないから大きいのかなって思うんですよね。だからなんて言うんだろう、こういう
そのちっちゃい金額のものをちま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 節約してもあんま変わんないじゃないですか。本当に爪に火を灯すようにというか、そういう節約をしてね、例えば10円とか20円とかね、スーパーとかでね、もちろん毎日のことなので少しでも安いものを買おうとはしますけども、同じものだったら安い日に行ってその安い時に買うとかいうのはありますけども、食べたいものを我慢するとかそういうのはやめた方がいいかなっていうふうに個人的には思います。本当にね、明日の米が買えねえわとかね、そういうレベルになったらもちろん話は別なんですけども、明日の米はまだ買えるので、そういう状態になったらまあ自分の健康を二の次にしてもとりあえずどうにかしなきゃみたいな感じになると思うんですけども、とりあえずは今は節約する部分はそれじゃないっていう感じなのかなって思います。だからね、一番何気に無駄遣いになるのは洋服とか変なもん買っちゃう時ですね。例えば2900円のすっごい安いシャツを1枚買ったとするじゃないですか。でそれがすごくコスパが良くて安いけど結構着回しが効いてあのその便利で買ってよかったなってやつだったらいいんですけど、結構やっぱり安っぽくて着たくないなとかそういうのあるじゃないですか。そういうのが一番もったいないなって思うんですよね。2900円シャツでは安物ですけども、これで食べ物って考えたらもうカフェとか行って豪遊できるし普通にスイカとか一玉とか買ってこれるじゃないですか。だからそういうね部分の大きいものの無駄遣いを控えるのはいいけど、爪に火を灯すようなあの節約はあんましたくないなと。でしたとしてもね、多分私のもともとこのあの生活費がこんなほとんど一番かかってない最低限の生活なのをね、さらに節約したとしてもね、多分ね1ヶ月で本当に1,000円とかせいぜい2,000円とか変わるくらいだと思うので、あんま意味ないなっていう感じで、それによってねいろいろ気分的に落ち込んだりとか、もしくは栄養的にちょっとっていう感じになると、長い目で見たら逆にそれは損にもつながると思うので、なんだろう、なんか知んないけど節約っていう話をしてしまいましたけど、そんな風に思ってます。お前今無職なくせに節約とかもっと考えろっていう風に思う方もいるかもしれませんが、特に節約してもどうせ2,000円くらいだしっていうのが今の回答かなみたいな。でトータル的にそのメンタルとか生活の質っていうところと天秤にかけたら、その節約は最終的には損になるっていうふうに考えてるので、そこまでする節約はね本当に爪に火を灯すっていう節約はねやってないって感じです。でも十分普通に今あんまり欲とかもないんでね、普通にただ生きてるだけでこれくらいな生活費になってるんで、いいんじゃないのっていう気がしてますなんかちょっと今何回も爪に火を灯すとか言ったんで、ちょっと今ついでに爪に火を灯すって何よっていう話なんですけど、指とかの爪ですね。爪に火を灯すって変な例え話っていうのかな、言い方ですよねあの爪に火灯したらめっちゃ熱くて灯してられないし、しかも爪って燃えるのみたいな感じじゃないですか。何なんですかね、不思議ですよね。でもなんとなく意味はわかります。爪に火を灯しちゃうくらいってことですよね。油代がもったいないってことですよね江戸時代とかのあのなんだあれよ、明かりは
こう油に火を灯して、ろうそくなんかもね使うの高級品だったりとかしますけど、そうやって夜はね基本的にこう油代がかかるからみんな寝るとかね、私時代小説好きなんでね、だいたいみんな貧乏だから、貧乏が普通だからみんな庶民はねそうやって夜はもう寝るって感じなんだけど、でも夜にねちょっと内職したりとか、夜もちょっと明かりが必要な時とかはねこうちょっと明かりをつけたりするんだけどね、そうするともう油代がもったいないからとっとと寝なよみたいな感じのね、この夫婦間でのセリフがよくあったりしますよね。何の話だって感じなんですけど、そういう庶民がそういう油代がもったいない、油代は高いんだっていう、そういうイメージがすごいあります。時代小説とか結構読んでたから、爪に火を灯すみたいな。だからもう本当に油代ってもったいない、もったいなくて爪に火を灯しちゃうぐらいみたいな感じなのかなって思います。で油って言っても庶民のね油は魚の油だったりとかするから、こなんだ魚油って書いてあるけど、あれ魚油って読むのかな、そのまま時代小説とかでね明かり取りのための油は魚の油、魚油なんだけど、それはね結構匂いとかが魚の匂いとか煙とかが結構あるらしいんですよ。でだから庶民はでも魚油を使って、ちょっとリッチな人とかねそういう人たちはあの魚じゃない油、多分菜種油だと思うんですけども、ちょっと知らんけど、でもなんか昔なんかの時代、あれも時代小説かな、ちょっと忘れちゃったんだけど、菜種油の菜種を作ってるなんかそういう話を読んだ記憶があるんで、江戸の油の高級品としては菜種油、千葉の方で栽培しててとか、そういう上総の国の方で栽培しててとか、そういう話を読んだ記憶があるので、誰の本だったかな、山本一力さんだったか宮部みゆきさんだったかちょっと覚えてないんですけど、多分もう20年くらい前に読んでると思うんでもう覚えてないけど、菜種油とかはねそういう高級品とかでありましたけど、庶民は魚の油を買って、それをちまちま使って、でもそれすらもうもったいない、買えない、もうとっとと寝なっていうそういうイメージです。ちょっと何の話かよく分かんなくなったんですけど、とりあえず今月っていうかね、先月の生活費はだいぶ低かったよっていう話でした。はい、ではそれではまた。